今回は1960年代初頭、生き残りをかけて誕生した北欧デンマークの青く美しいアンプの物語です。当時のヨーロッパは深刻な経済不況と急激な技術革新の荒波に襲われました。その重なり合う難題に対し、社運をかけた発想に基づく戦略に沿って開発されたアンプです。ご覧ください。1961年発売、デンマークバング&オルフセンハイファイステレオアンプリファイヤータイプ608。モノラルからステレオへ、その広がる音場空間に世界中が驚き、高揚感と新鮮さを体験した1960年初頭、北欧デンマークから青く美しいハイファイステレオアンプが誕生する。デザインはイブ・ファビアンセン、B&O 発の社外デザイナー、建築家でピアニスト。コンセプトはエレクトロニクスの最前線で美しく実用的なもの。資料やネットをもとにこのアンプを調べてみる。まず目に飛び込んでくるのはトーンコントロールを視覚化したレスポンスウィンドウと呼ばれる窓。つまみを回すことにより周波数グラフが上下移動する仕組み。低域は 50Hz、 そして高域は 10kHz。 メモリの表記単位はデシベル。内部を見るとバネと糸とプーリーを利用した構造。グラフィックとメカニズムが見事に融合し、直感的に楽しめる。近年の測定では最大誤差がなんと3デシベルしかなかったと判明。このアンプは激化するステレオハイファイ化競争の中、最新テクノロジーを取り入れたハイブリッドアンプ。プリブは実用化間もないトランジスタをいち早く採用。プロ仕様のモジュール構成で差し替え交換がスムーズにできる。パワー部は実績の真空管となっている。終わりにはデンマーク品質の高級品、デンマーク王室御用達とある。進化し続けるテクノロジーが次々と生んだメディアたち。それぞれの時代のお気に入りアイテムを選び、つないで楽しむ。Bluetooth 規格のワイヤレスレシーバー。簡単な接続により PC やスマホ経由で世界中からさまざまなサウンドを入手できる。アダプターは小型なので狭いスペースにも置けてとても便利だ。 B&O ブランドを世界中に広めたデザイナーヤコブ・イエンセンの手によるエレガントな B&O 初のスタンドアローン型 CD プレイヤー。電動式トップローディングで画期的なガラス製フェザータッチ操作パネルを採用。数々のデザイン賞を受賞した名作ベオグラム4000レコードプレイヤーから17年。その美しさを受け継いでいるベオグラム6500。これは特注カラーのホワイトバージョン。このスピーカーシステムの広域には革新的な360度拡散型のベオボックス2500キューブツイーターを追加。サウンドを四方八方へ響かせる。608アンプが登場した1960年初頭、ヨーロッパは生き残りをかけた激動の時代へ突入する。 B&O の社歴には1960年にEFTA欧州自由貿易連合に加入とある。参加国は7カ国。これは1957年に6カ国で結成した EEC 経済共同体に対抗するもので、ヨーロッパを二分し熾烈な争いが繰り広げられた。デンマークのラジオ関連業界は壊滅的な危機に瀕する。国内市場だけでなく海外市場への拡大が生き残りの条件となる。この時目をつけたのは北米アメリカの巨大市場。すでにアメリカの老舗アンプメーカーダイナコ経由でカートリッジやアームの販売を始めていた。生き残りをかけて進出を始めたアメリカ市場、そしてヨーロッパのハイファイ愛好家向けに送り出したのが608の輸出用エキスポートタイプである。このエキスポートタイプはアメリカ市場へ対応するため、表記文字は英語、入力端子はすべて RCA ピンジャック。
同時期にデンマーク国内向けタイプも生産されている。文字表記はデンマーク語。10年前の海外オークションサイトで608出品者の説明には、両モデルの総生産数は550台と記されていた。入力端子はヨーロッパ規格のDIN端子となっている。電源電圧は切り替え可能なので、文字表記と端子の違いを除けば中身は同じようだ。内部はメンテナンスがしやすい業務用構造となっている。パワー部の真空管は ECL85 15W×2 の高出力。プリブはプロ仕様のモジュール構成。実用化間もないローノイズゲルマニウムトランジスタを採用。プリアンプモジュールの基板にはボーファの文字が、こちらのフォノイコライザーモジュール基板にもボーファの文字が。ボーファは B&O の姉妹会社として1930年代初頭から業務用音響製品を手掛けている。1950年代にはシネマ用音響を中心にプロ用の技術と信頼でデンマークの映画館に数多く採用され、大きく躍進した。このボーファと608アンプとの関係について海外マニアのフォーラムに、このアンプは B&O の映画部門であるボーファによって製造された珠玉の一品であると記されている。この青く美しいアンプ以前にはどのようなステレオアンプが存在したのか。調べていくと謎の小型アンプが浮かび上がる。ごく一部のコレクターや博物館が所蔵しているようだ。ネット上にそれと思われる写真を見つけた。そして偶然が重なり、なんとその現物を入手。それはデンマークから丁重に包まれ日本にやってきた B&O 発のステレオハイファイ環球式アンプである。シンプルなつまみとプッシュ式ボタンのみのデザイン。 911H58 ハイファイステレオアンプリファイヤー。この最初期バージョン状態での現存数は極めて少ないと思われる。モノラル時代にもハイファイアンプ 911H44 があり、それを元にして急遽ステレオ化し間に合わせたのだろうか。接続端子は1950年代のラジオ用と同じタイプをステレオ用にしている。外枠を外してみると内部はぎっしりと隙間なく詰まっている。出力管は MT 管 ECL82 で約 2W×2 と小さい。またこのアンプと608の間に別のアンプがあるという噂を耳にした。それは607と呼ばれている。入手した607の回路図を見るとこのアンプと同じようだ。60年代用に調変更をし名前を変えただけなのか。1960年に入るとデンマークの老舗メーカーから高出力の強敵が出現する。それは1960年発売のオルトフォン KS601 環球式アンプ。クラシカルで流麗なフォルムが目を引くエレガントな外観。オルトフォン社は1918年に映画陶器システムの開発からスタートした老舗。1959年には有名な SPU、MC カートリッジを開発している。接続端子はすべてヨーロッパ規格のDIN端子を採用。しかし統一規格前なのでピンナンバーの使い方はオルトフォン独自だ。内部を見ると当時の真空管アンプには珍しい大きな1枚プリント基板を採用している。トランスは有名な JS 製の高級品。出力管は日本ではなかなかお目にかかれないビーム管6973で出力は 15W×2。回路図にはオルトフォン以前の社名ホノフィルムが記されている。こうして生き残りをかけた戦いは国際マーケティングメディア戦略へと B&O は舵を切る。 B&O が1962年に出した63年用カタログ。この時期になると B&O はカタログや広告に目をつけ大改革に着手。優秀なグラフィックデザイナーを採用し、コミュニケーションツールとしてイメージした上品なグラフィックを使いアピールする。この戦略が他社との大きな違いとなり、
その後のイメージ戦略の有効なツールとなり大成功を収める。このカタログ内にグラフィックで大きく S とあるのがハイファイステレオ商品パート。まず音源として躍進したレコードプレイヤー関連から紹介が始まる。1958年発売のロングセラーとなるトーンアーム ST シリーズ。長さや仕様により4種類が選べる。この STL は B&O カートリッジ専用アーム。スプリングにより鎮圧を加圧するダイナミックバランス方式を採用。加圧範囲は1から 4g。デンマークやドイツでデザイン賞を受賞している。ステレオ用初代カートリッジ。B&O が独自開発したムービングマイクロクロス方式。ローコストだが高性能。アメリカでは高評価を受けた。大変珍しく貴重なスプリングリバーブ式エコーユニット。音声信号がスプリングを通過し遅れることにより発生する残響エコーを付加できる仕組み。モノラル音声の D ステレオ化にも使え、大きく広がる音場空間に変容させるアダプターユニット。そして608アンプを中心としたメインページ。上にあるのは FM 専用環球式チューナー。1950年代終わり頃、世界中で FM ステレオ放送の実験放送が始まった。608アンプとペアサイズで発表された FM 専用チューナー。ステレオ化するためのデコーダーは別売りで、後から組み込む仕様。そのままではモノラル。このチューナーについて資料もなく、生産数も不明。カタログには価格は後ほどとある。正式販売は超短期だったようだ。こちらはエンターテインメント型環球式レシーバー。ハイファイステレオ愛好家から絶賛された今でいう AV アンプの走り。エレガントなデザインで木部には贅沢にもチークまたはローズウッドの無垢材。薄いデザインにするため熱対応の金属ボンネットを採用。出力管は EL84 で 4W×2。特徴はテレビの音声をステレオシステムから出したり、逆に FM やレコード音声をテレビからも出せる。そして音場空間を広げるためリバーブユニットが接続できる。総合システムとして栄誉ある IF デザイン賞を受賞。1960年代初頭のヨーロッパでは生き残るために激しい製品開発競争が繰り広げられ続けていた。アンプは手作業による組み立てだったこともあり、生産数はどれもとても少ないようだ。この数少ないものに出会うことは今までは困難だった。それはインテリアも同じ。ヴィンテージ家具や小物を目黒のインテリアストリートに探しに行った時には一点物で貴重なものに出会うことができた。このように今や欲しいと思うアイテムを実店舗、そしてeBay やヤフオクなどの世界中につながるネットメディアを使うことで探しやすくなってきている。有名オーディオ店の名物店長から欲しいと思ったものを探し続ければ必ずどこかでチャンスに出会えると、探す信念と忍耐が大切と教えてもらった。これは1964年のディーラーカタログ。この頃になると急激な勢いでトランジスタへの移行が始まる。ステレオページをめくるとハイファイステレオアンプの姿がある。しかし価格表にはなぜか載っていない。1965年のカタログ。ステレオページにはもうその姿はなかった。しかし拡大するヨーロッパ市場へ向けて1964年のたった1年間のみ投入したハイファイステレオアンプが存在した。それはブラックフェイスとなったハイファイステレオアンプリファイヤータイプ610である。この機種を最後に真空管アンプは B&O から姿を消す。トランジスタ時代の幕開けとなり、さらに戦いは激しくなる。この600灯からおよそ10年後にはデンマークのテレビ・ラジオ国内工場は B&O 以外は消滅したと伝えられています。高品質なイメージ戦略が海外市場に有効に働き、
生き残りに成功しました。最後にこのハイファイアンプの音は防波製作だったこともあり、今でも通用する気品のある明瞭で深みのあるシアター風サウンドを奏でます。